ゴシップスといえばビクトリアズ・シークレットだよね。エンジェルたちの美容法とか、懐かしい。ローライズデニム、これ。ビクトリアズ・シークレットとエンジェルの歴史について本でやってたドラマなんだけど、セレブと貧乏太郎って、皆さんこんばんは、みなんです。今日はなんでこんな格好をしているかというと、じゃじゃーん。私が中学生から高校ぐらいまでめちゃめちゃ読んでいたゴシップスをちょっと古本で買いました。最近平成ブームって来てるじゃない？日本の平成ブームだとお茶犬とかしずくちゃんとかブランドのエンジェルブルー、メゾピアノみたいな感じで今来てると思うんだけど、私はそれももちろん懐かしいし、女児心をくすぐられるんだけど、今回は私が中学生、高校生ぐらいの2010年前半ぐらいの頃の話をしたくて買ってみました。本当にやばくない？私が海外のガールズカルチャーにハマった原因はもうゴシップスって感じだし、一番の要因で言うとグリー、ドラマのグリーを見始めたところから始まったかなって思うんだけど、そこからどんどんこの雑誌がね、コンビニに並ぶたびに買ってた。なんか薄さとかも懐かしくない？なんかさ、こんなこれで、当時はそんな SNS も発達してなかったし、トレンドを取り入れ始めたぐらいの頃なのかな。でもどっちかっていうと SNS で情報収集するっていうよりかは雑誌でやってた気がする。私がゴシップスを買ってた頃にどんな感じで海外カルチャーを追ってたかとか、自分にとってこのゴシップスっていうのがどういう風な存在だったかっていうのをちょっとお話ししていこうかなと思って、今回は買えなかったんだけど、ミランダ・カー様のさ、ビクトリアズ・シークレット丸ごと一冊のものあったのを覚えてる人いる？懐かしいよね。海外のトレンドをいち早く追えるっていうのも良かったよね。チャット GPT にそのぐらいの頃のこう概要だったりとかをちょっと聞いてみて、それを使いながら今日はお話ししていくんだけど、だいたい2011年ぐらいから13、14年ぐらいのあたりっていうのは Facebook が広がり始めて、インスタグラムが登場した頃なんだって。アーティストで言うとテイラー・スウィフト、セレナ・ゴメス、マイリー・サイラス、バネッサ・ハジェンズあたりの存在感がすごい強かった時期。懐かしいよね。もうそのぐらいの時期私もめっちゃ聞いてて、テイラーもそうだし、セリーナもそうだし、ジャスティンだったり、あとアブリル・ラビーンも私大好きだった。聞いてたね。LA ガールだったり、ニューヨークガールのスタイルが憧れられていた時期かな。この頃の日本も、今は本当に海外の何かトレンドが日常にこう浸透しているっていうのは、今だと韓国文化なのかなって思ってて、お洋服のトレンドとかメイクとかも結構韓国アイドルの皆さんとか、韓国で流行ってるものが日本でも流行る。で、そこにこうタイムラグがないっていう感じのイメージだと思うんだけど、でもこのくらいの時期は確かに韓国アイドル、東方神起とか少女時代とかカラーとか流行ってたけど、でもそれと同じぐらいアメリカの文化も日本にあったと思う。そのぐらいの頃はアメリカのカルチャーと一部韓国のカルチャーと、あとは日本のアーティスト文化でいうと本当ジャニーズの嵐とか AKB とかがすごい人気だったよね。で、今回の話の主役ビクトリアズ・シークレットなんだけど、もうビクトリアズ・シークレットの黄金期だったと思う。ゴシップスでもたくさん取り上げられて、もちろんそのビクトリアズ・シークレットのルックもそうだし、もうエンジェルたちの美容法とかダイエット方法とか
体型維持方法がたくさん載ってたよね。特にこれとかそうなんだけど、懐かしい。キャンディス・スワンポールの特集なんだけど、ヒップアップエクササイズが載ってたりとか、リクシーのモデルのボディを目指すための彼女たちがやってることだったり、普段食べてるものがこういう風に一覧で載ってたりとかしたよね。懐かしい。ハリウッドのダイエット事情とかも懐かしくない？あとさっき読んでてすっごい懐かしいなと思ったのが、なんかインスタグラムの画質が懐かしくて、なんか今はさ、どれだけ自然に見せるかっていうのが結構肝というか、フィルターとかさ、そんなに過度にかけずに、かけたとしても自然にちょっと写真をきれいに見せるように写真を撮ったりとか、あとはちゃんとしたカメラが流行ってたりするよね。っていう風に進化してきてると思うんだけど、当時はちょっとフィルムっぽいというか、見てこれ。なんかさ、なんて言えばいいんだろう、この質感、ビビッドな感じの写真の加工方法とか、あとはちょっとフィルムっぽくしたりとかっていうのが懐かしくて、私もそのぐらいの時期のインスタグラムがあって、で、ちょっとね、スクショがあるんだけど、本当にまさにこんな感じの加工をしてた。私も多分これを見てたから、そういう加工方法をやってたんだと思う。ちょっと話それちゃったけど。で、当時は2010年前半からちょっとその前ぐらいまでが、もうビクトリアズ・シークレットの黄金期だったんだよね。だからもうそのエンジェルたちがもう女の子の憧れみたいな感じになってて、だからゴシップスにもこんなにたくさん取り上げられていたし、アメリカだったり海外、現地でもそうだったと思う。で、あとは当時流行ってたのが、ピンクのパジャマ、スウェットとかが、もう女子のステータスというか、それがすっごい流行ってたと思うのね。日本にもミランダ・カーが来日したりとか、それぐらい日本の人たちも、もう、ビクトリアズ・シークレットもそうだし、それ以外でもミランダ・カーがすごい憧れの的だったというか、ミランダ・カーと、サマンサ・タバサがコラボしてバッグ作ってたりとかね。あれも今見ても可愛いなって思う。それぐらいエンジェルたちがもうカリスマだったよね。で、当時流行してたファッションアイテムが、アグのブーツとスキニーデニムと大きめのバッグ。結構このぐらいの時期のゴシップスとか見てても、この頃って大きめのバッグが多いなと思ってて、さっき言ったミランダ・カーとサマンサ・タバサのコラボしたバッグも結構大きめのボストンバッグみたいな形だったと思うし、今はね、もう小さければいいみたいな感じで、各ハイブランドもすっごいもうこんなマイクロバッグとか出してると思うんだけど、当時は結構大きいバッグをクタクタに持つみたいなのも流行ってたと思うんだよね。ドラマや映画からの影響が大きくて、ゴシップガールの最終シーズンが2012年に終了したりとか、あとはプリティ・リトル・ライアーズも人気だったし、なんかアメリカンニューヨークガールに対する憧れみたいなのもすごいその時あったと思うので、13、14歳ぐらいでハマったものって永遠にハマるものらしいのね。離れることがあったとしてもまた再熱する時が来るっていう風に聞いたことあるから、そういうのがあるみたい。そしたらビクトリアズ・シークレットとエンジェルの歴史について振り返っていきましょう。私が知らない時代もあるからね。ビクトリアズ・シークレットの創業期、1977年から90年代前半。ビクトリアズ・シークレットは1977年にサンフランシスコで設立されたの。当初は男性が女性に送りやすいセクシーランジェリー
っていうのをコンセプトにしていたの。90年代に入るとカタログ販売とか、あとは大型ショッピングモールで店舗を展開していて、一気にアメリカで浸透したんだって。1995年に最初のビクトリアズ・シークレット・ファッションショーが開催された。98年からエンジェルという公式称号を持つモデルたちが登場したの。1998年からなんだ。私1998年生まれだから、すごい嬉しい。1998年にエンジェルっていう公式称号なんだね、を持つモデルたちが登場したの。当時の顔ぶれがタイラ・バンクス、ヘレナ・クリステンセン、カレン・マルダー、その後ジゼル・ブンチェン、ハイデイ・クルム、アドリアナ・リマ、アレッサンドラ・アンブロジオが加わって、スーパーモデルイコールエンジェルっていうイメージが確立したんだって。2000年代中盤から2010年代前半、ちょうど私が見てた頃ね、がテレビ中継や YouTube 公開でファッションだけでなく音楽アーティストの出演も話題に。そうだよね、マライア・キャリーだったりリアーナ、テイラー・スウィフト、ジャスティン・ビーバー出てたよね。すごい覚えてる。で、モデルのカリスマ性アドリアナ・リマ、キャンディス・スワネポール、カーリー・クロス、ベハティ・プリンスルーが強調されて、でもう彼女たちはまさにもうファッションの女王だったよね。もう今見てもさ、すっごい可愛くない？なんかもちろんビクトリアズ・シークレットのルックもそうだし、彼女たちも今見ても本当に美しいよね。ちなみにその頃流行ったアイテムね、今でもリバイバルされてるファッションのアイテムなんだけど、これぐらいのクロップス胴丈のトップス、今ミニティとか流行ってるよね。あとローライズデニム、これさ、今めっちゃアメリカで流行ってない？ティーンたちの間で多分一番流行ってて、私ぐらいの世代も着てたりするんだけど、もうローライズデニムってさ、もう当時みんな履いてなかった。これも今ギャップだったりとか、ディーゼルとかで出てるみたいだから、ちょっと私もローライズデニムは古着でちょっと探そうかなと思ってて、それぐらい今ちょっと注目してる。2010年代後半になると、痩せすぎモデルとか多様性の欠如っていうのに批判が集まっちゃったの。これもすごい覚えてるんだけど、このぐらいの時期に MeToo 運動っていうのがすごく促進されたのね。女の人の性加害だったりとかセクハラとか、そういうものに対してそれを言語化して、こういうものがあるから改善しなければいけないっていう風に運動された時期なのね。だからそのビクトリアズ・シークレットっていう最初のコンセプトが、男性が女性に送りやすいセクシーランジェリーっていうテーマもあったことで、なかなかさ、その MeToo 運動だったりとかとは相反するものだよね。だから2019年にビクトリアズ・シークレットのファッションショーが中止になってしまったの。で、モデル選抜も大きく変わって、従来のエンジェル制度は終了してしまったのね。だけど、2020年代から現在にわたって、インクルーシブだったり多様性、ダイバーシティ&インクルージョンだよね。っていうキーワードを元に再出発したの。で、プラスサイズモデルだったり、トランスジェンダーモデルの起用も進んでて、だから2024年のビクトリアズ・シークレットのショーとかも、プラスサイズモデルも何人か出てたと思うんだけど、そういう感じだよね。で、2023年にはビクトリアズ・シークレットワールドツアーとしてドキュメンタリースタイルのイベントを実施してて、私これあんまりチェックできてないんだけど、なってて、昔のきらびやかで夢のようなショーとは異なって、今もより社会性とかリアルさを意識してるみたいだね。憧れの象徴だったエンジェルたちが、今は多様な女性像を映す存在に変化したっていう流れかな。2024年のショーは、昔から
ある私たちが憧れたキラキラしたそういうショーだったと私は思ってるのね。ただプラスサイズのモデルを出すことで多様性も表現されていたんじゃないかなっていうふうに思います。難しいところだよね。確かに多様性って大事だと思うし、それを受け入れていくことも大事だと思ってるけど、多様性の押し付けも良くないというか、世の中が多様性という言葉を振りかざして極端な世の中になってしまうことへの怖さっていうのは私はあると思ってるのね。確かにいろんな人を受け入れて、それを有名なブランドが反映していくっていうのは素晴らしいことだと思う。難しいね。だから、そうだな。モデルさんはモデルさんでさ、食生活を頑張っていたりとか、運動をしたりとか、そういうものをしているからこそ、ボディを手に入れていると思うし、それを強要したらダメだと思う。確かに。別にすっごい痩せたいと思ってない人に対してさ、あれが一番美しい体型だよっていう風に言うのは確かに違うよね。でも彼女たちのその努力だったりとかさ、美しさを認めるっていうか、それを認めてビクトリアズ・シークレットっていうブランドのイメージにするっていうのも多様性の一つだなっていうふうに私は思ってるから、だから2024年のショーはすごい楽しかったし、なんかやっぱりビクトリアズ・シークレットってこれだよなっていうふうに私は思った。あとはそのショーに登場した音楽アーティストもビクトリアズ・シークレットを見る上ですごく楽しめる部分だと思うのね。私が今まで印象に残ってるアーティストをちょっと話したいんだけど、2010年のケイティ・ペリー。もうこれはすっごい印象に残っててすごい可愛いよね。パープルのドレスを着てて花火柄になってるんだけど、ケイティ・ペリーの Fireworks っていう曲を歌ってて、もう私この曲がすごい大好きで、っていうのもグリーでもレイチェルが歌ってたよね。すごい元気になる曲だから、この曲とともにケイティがピクシーに出てたっていうのも嬉しいし、すごい楽しかった。あと私ビクトリアズ・シークレットのショーで最初から最後までもう全部可愛いと思うんだけど、特にその音楽アーティストと一緒に登場するエンジェルたちのルックが個人的にすごい好きなの。あとは2012年のジャスティン・ビーバー、ピンクセグメントで出てると思うんだけど、これも結構好きだったし、2013年のテイラー、すっごい可愛かったよね。シンプルな形のドレスなんだけど、全部こうビジュがついてて、雪が降るシチュエーションだったんだけど、一緒に登場するエンジェルたちもすっごい可愛くて、2013年ってさ、テイラーのね、登場シーンが、雪が降っててさ、すごく、アナと雪の女王的な世界観だったから、それと関係あるのかなと思ったんだけど、どうなんだろう、ちょっと調べときます。あと、2014年のテイラー・スウィフトの登場した衣装がすごい可愛くて、ビクトリアズ・シークレットのこのガウンみたいな衣装で、それがもっとこう、なんだろうな、レース、黒いレースがついてて、後でね、エンジェルたちのルックについても話したいんだけど、それもすごい可愛くて、で、去年の2014年はブラックピンクのリサだったよね。もうすごいかっこよかったね。大きなバイクでさ、登場して、すごい似合ってたし、かっこいい感じの、スタイルがすごい可愛かった。あとは、好きなエンジェルたちのルックについても話したいんだけど、2010年のものは、私はこのルックがすごく好きで、めっちゃ可愛いよね。なんか、私ちっちゃい、ほんと赤ちゃんの頃に、ママに作ってもらったブランケットがあるんだけど、いろんな布をつなぎ合わせて作ったものなんだけど、それにすごい似てて、
だから多分好きなんだと思うんだけど、めっちゃ可愛いよね、これ。色合いも、なんかこう、薄い青色と水色と黄緑のこの布の組み合わせというか、もこもこした羽も可愛くて、これは本当に可愛い。ランジェリー自体もこのレースがさ、あしらってあって、セクシーだけど、こう可愛い要素が多いものになってると思う。あと2012年のジャスティン・ビーバーがパフォーマンスしてる時のピンクのセグメントの時で、このね、バイクのさ、前の部分持ちながら、出てくる、このルックも可愛い。これも平成を感じるよね。女の子らしくて、ピンクですごく可愛いんだけど、ちょっとボーイらしさもあるというか、メタリックな素材使ってるのもさ、今の Y2K っていう感じだよね。思い出される平成っていう感じのルックが、この2012年のものだと思う。この後ろにさ、プリントされてある、ラブピンクっていう風に多分スパンコールで書いてるんだけど、これも可愛い。なんか今もさ、スパンコールだったりとか、ラインストーンってすっごい流行ってるじゃん。私も本当にもうキラキラに目がないから、キラキラのものあったらすぐに買うんだけど、前アウトレット行った時に本当に欲しかったやつで、ちょっと諦めたやつがあるんだけど、パトーのT シャツ、クロップド丈の T シャツでビビットピンクで、キラキラでね、パトーって書いてる T シャツがあったんだけど、もうこれってまさに本当に Y2K というか、平成を感じる、このぐらいの時期を感じられるアイテムだったんだなってすごい思う。2013年のテイラー・スウィフトがパフォーマンスしている時に登場したこのエンジェルのルックなんだけど、やっぱエンジェルといえばさ、この羽じゃん。でこの羽っていろいろなデザインがあると思うんだけど、本当にもう天使の中のトップオブ天使みたいな感じのこのふわふわさもすっごい可愛くない？雪の中のね、パフォーマンスで真っ白ってやっぱ可愛い。とその後に登場するこのルックも可愛くて、ちょっとね、こう羽がこういう風にデザインされたものなんだけど、これもさ、すっごいアナ雪っぽくない？違うのこれ。なんかこう、つららみたいな感じじゃない？この羽が。で、ここのさ、お腹の部分もすごいつららみたいな感じで、雪の王国みたいなのを感じるんだけど、どうなんでしょうか。あと、そのさっき言った2014年のテイラーが歌ってる時に登場したエンジェルのルックなんだけど、これさ、めっちゃ可愛くない？ファーがポンポンポンってなってると思ったら、これ化粧のさ、パフなんだよね。可愛すぎない？これ。このぐらいの時期ってさ、ファーのキーホルダー流行んなかった？なんかさっきもね、ブレイカのさ、ゴシップスで見たんだけど、ファーのね、キーホルダーが流行ってるって書いてて、流行ってたよね。日本でやってたドラマなんだけど、セレブと貧乏太郎って見てた人いる？これの中で、上戸彩の役がね、携帯電話にポンポンのアクセサリー、ポンポンのキーホルダーつけてて、で私はそれを見て、ファーのポンポンのやつ欲しいと思って、雑貨屋さんで買った記憶がある。日本のドラマで流行ってたものとか登場したものとかをすぐ真似したくなっちゃうタイプだから。だからすっごい懐かしさを感じた。あとは2024年、去年のビクトリアズ・シェイクレットのショー。平がすっごい可愛かったよね。どっちかっていうとさ、結構小柄な方だと思うんだけど、だからこそのちょっと躍動感が出る羽がめっちゃ可愛くて、すごいこのパフォーマンス大好きだった。あとね、この妖精さんたちみたいなさ、このルックがあったと思うんだけど、もうこのルックがもうまさに私が持ってたクレアーズの羽なのよ。だからすごい大好きでこれ私もつけたい。この星柄のランジェリーもすっごい可愛いし、この羽は多分幼少期を思い出すみんな方多いんじゃないでしょうか。日本人のね、モデルの方も登場してたよね。すごい綺麗だった。私がすっごい
私もママも一致で好きだったのがあって、こちらね。やっぱりモコモコの羽が多分好きなの。あと、その羽の形がさ、受胎告知みたいですごい可愛くない？これ本当に好き。ランジェリー自体はすごいシンプルで、こそこのね、羽がね、すごく強調されるっていう。この受胎告知羽がすごい好きなんですけど、共感してくれる方いたら教えてほしい。めっちゃ可愛いよね。あと、このルックも可愛いよね。赤色に、ビクトリアズシークレットってさ、こうやって書いてるやつ。めっちゃ可愛い。本当に可愛い。やっぱ赤色だし、レースだし、もうレディーっていう感じがすごく漂うと思うんだけど、後ろもすっごい可愛くて、後ろ姿もさ、やっぱ大事じゃん。この振り向いた時に、ここにリボンの結び目があって、可愛すぎる。そうだ、あと、もうビクトリアズシークレットといえば、もう欠かせない存在のミランダカのルックなんだけど、そのゴシップスをね、読んでる方は絶対に見たことがある、ゴシップス丸ごとビクトリアズシークレットの時のルックの貝殻の、ミランダカーといえば、一番印象に来るのがルック。これはもう多分もういろんな人が知ってると思う。500時間をかけて3004個もの宝石が散りばめられたブラは250万ドル、約2億8000万円。これも当時、すごく話題になった気がする。今の金額だともっとだろうね。2011年の時点で2億8000万円だったってことだから、大変なことだね。ということで、ちょっといっぱい語りすぎてしまった。ゴシップスもう全然ちょっと紹介しきれなかったから、またこの話を作る機会を作ります。ということで、私はビクトリアズシークレットが大好きということで、ただ日本に売ってないから、この去年のショーが終わった後もオンラインでね、購入して買ったの。見て、これとかもビクトリアズシークレットのミスト。すっごい甘い匂いする。みたいな感じで、みんなも懐かしいビクトリアズシークレットのショーのルックだったりとか、あとこの時のパフォーマンスすごい好きだったみたいなのがあったらぜひ教えてほしいです。今年もね、まだショーは先だけど、今年も全力で楽しみたいと思います。ということで、平成振り返りシリーズ、ちょっとシリーズ化していこうと思います。では、皆さんと一緒にこれからもこれを語りたいです。じゃあ終わります。バイバイ。